こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、土の時代から風の時代の、過ごし方、意識する、変わっていくから、それをどういうふうに過ごしていけばいいかっていうことをお話ししたいと思っています。結構前から撮りたいなと思ってた内容なんですね。それで、土の時代から風の、水亀座の時代って言われてるね、大きく、本当に大きく、何千年みたいなところが、変わる周期っていうのは水亀座の時代なんだと思うんだけど、もうちょっと細かい周期だとすると、風、土、火、水っていう4種類の、ルーティンっていうのかな、私たちはそういう時代を、200年か250年ぐらいの周期で過ごしてるみたいなんだけど、それで私たちが今までじゃあ200年か250年なわけだから、今まで過ごしてたのは土の時代っていう時代で、その時代っていうのは物質ですね、物質とか縦社会であったりとか所有とか、結構目に見える形ではっきりするみたいな、なんかそういうとこもあったんだと思うし、そういう時代を生きてきてたっていうことなんですね。それで、今年の12月の終わりぐらいからその風の時代っていう時代に入ってきます。で、そこがやっぱり変わっていくから、そのちょうど今移行期間なんですよね。今、今日から9月か。9月だったもんね。9月か9、10、11、12、あと4ヶ月。別に風の時代に入っちゃったみたいな感じで入っちゃうんだと思うけど、どういうふうに私たちが過ごしていくか、どういうところがポイントなのか。要は時代背景というか、私たちはこれから過ごす時っていうのは本当にもう移行してきてるんだけど、やっぱりこれがポイントなんだなっていうことが分かってくると結構楽になると思うので、そこをお話ししたいと思ってます。でね、キーワードが、水亀座の時代のね象徴するキーワードっていうのが、これ一緒だからね、結局風の時代を表しているっていうことだと思うので言います。コンピューターとかインターネットとかさ、やっぱりネットとかを使っていくってこととか、やっぱり改革とか革命とか、大胆、独創的、ね、この辺りやっぱりスターシードに求められてることなんですよね。改革というか、やっぱ斬新さみたいな、ニューみたいな、個性とかさ、あとはユニセックスと書いてあるね。ユーモア、インスピレーション、クール。ユーモア持ってるかも。インスピレーションとかやっぱスピーだよね。あと仲間とか友人、人脈、グローバル、グループ、コラボレーション、ネットワーク、自由、独立、フリーランス、権利、変化、現状打破、エコ活動とかボランティアとか環境とか、このあたりが重要になってくるってことね。だから風の時代もそういうことだから、このあたりを意識していくといいと思うんですね。すごいいい時代ですよね。でももう移行してきてるよね。だからそういうことが大事な時がどんどん来てるなっていう感じするから、やっぱりこのままでいいんだなっていう感じがあると思うんですね。で、じゃあもうちょっと具体的にどういうふうに過ごしていけばいいかっていうことで、自分で生活する経済力とかをつけていくっていう、だから自立ですね。結構さ、やっぱり女性とかの場合は特に旦那さんがね結婚してたりして、旦那さんがいるから自分は別に経済力つける必要ないって思ってる人もいると思うんだけど、やっぱり一人一人が経済力をつける、経済力っていうか、なんか自分で何かを生み出したり何かを提供するっていうことに慣れていくっていうのが結構ポイントなんだと思うんですよね。だから
なぜならほらやっぱ会社っていうものに属してて、その働き方しか知らないっていう人が多いと思うんだけど、もっともっと自由に仕事ができるんですよ。できる環境がもう結構できてきてるから、ネットを使ってやっぱりこう自分で何かをするっていうことの方に移行していくといいと思うんですよね。私も最近ちょっと全然上げてないんだけど、ビジネスチャンネルっていうのやってて、そこではその働き方、自分でどうやって収入を得るかみたいなのを出していこうと思ってるんだけど、とにかくそのよくあるじゃん、メルカリとかさ、ヤフオクとか、あとはそのミンネとか、ココナラとか、そういうのでもいろいろあるんですよ。メルカリだってほら物々交換で、物々交換っていうかほら自分の不要品をこう他の人に買ってもらって喜んでもらうみたいな、そういう自分が売れないなんて思ってるものが全然売れるんですよ。価値がないって、この YouTube もそうだと思う。価値がないと思ってても、誰かにとっては価値があるものだったり、それを見てて何か感じてくれたりとか、そういう感じで自分を発信したり、このインターネットを使って何かを提供するっていうことに自分が慣れていく。やったことない人たちがそういうことをやっていくっていうのは手軽でいいと思うんですよね。大きなことなんて全然やんなくていいから。うん、でそういうので発信することに慣れたり、経済的なものをつけていくっていう経済力っていうのかな、大きいお金なんて稼がなくたっていいから、だけどそれに自分でもできるんだっていうところに慣れていくっていうのは結構大事なんじゃないかと思う。私もいつの間にかそうなってたから、自分がそういうグッモーニングネットでなんか仕事するっていうことだけになっちゃってて、だからやっぱりこうそれを発信するためにこういう感じになってたと思うんですよね。もうさネット以外無理っていう環境になっちゃって、今なんて特にね。そうなんです。だからこれはやるといいと思いますね。自分で経済力をつけるってやつね。あとは一人一人が世界を変える力があるっていうことに気がついていくこと。一人一人が創造主であり、一人一人が世界を変えるっていうか、もうさ宇宙を変えちゃうぐらいの力があるってことだね。世界を変えるでもいいと思うし、だから日本を変えるとか世界を変える、地球を変える、宇宙を変える、なんかそれぐらいの力が自分自身にはもちろんあるし、ないって思い込まされてたから、自分自身のそういうところに一人一人が気がついていくことが大事だね。これ本当にそうだなって、私が発信してることとか、たくさんの人たちが発信してるのもそういう内容じゃない。なんでそうなのかっていうのは、もともとだからすごい力があるのにないっていう風になってたんですよね。そういう風にこうコントロールされてたから、そこにもうなんていうの、だってそうだったじゃんとか言ってこうやって思うんじゃなくて、そうじゃなかったよねっていう感じで軽くね、私力あったなみたいなことに気がついていくっていうことが大事だね。でやっぱりこの副業というかね、普通にこう会社員として働いてる人は特になんか自分で生み出す何かをやってみるっていうことかな。それが結構大事です。あとはね、やっぱさっき言ったネットですね。ネットが大事だって書いてあるね。やっぱりこうオンラインネットで完結できると本当楽なんですよね。私ほらレムリア祭りとかさ、ずっとだからラバニアンロッチでいて喋って、ネットにつなげて喋って終わりみたいな、どこにも行ってないわけじゃん。自分の敷地内で、でもあれだけなんかこう時間も長いし、たくさんの人に参加してもらえるものができたっていう、そういうなんていうの、ネットがなければできないけど、ネットがあるから想像力を膨らましたり、自分が新しいことにチャレンジしていけば何でもできるなって、そういう感じでやっぱチャレンジして開拓していくっていうかね。だからネットのこうなんていうの、今あるものをどんどんネットに移行して、もっともっと楽に自分がいられるようにしていくといいんじゃないかと思います。あとは所有から共有していく。やっぱそのあたりも大事だよね。所有から共有していく。いろんなものを、だから自分だけの車とかさ、自分だけのものみたいな感じで今までやってきたってか、そういう風な考え方があったじゃない、自分で買ったもの。もちろんそれもいいんだけど、シェアする喜びっていうかな、結構日本人の人ってそういうのあるよね、シェアするって。
インドもあるし世界中でそうなのかもしれないけど、シェアしていくことの喜び、一緒に共有してそれを楽しむっていうか、そのあたりが結構大事みたいなね。うん。シェアをすると、だから自由にこうシェアをしていくっていうのは、結構こう、やっぱり一緒にそのエネルギーを楽しむっていうことになってくるから、やっぱりその軽くて楽しくて、わははみたいな感じになるだろうね。そうそうそう。わははみたいな感じね。うん。そんな感じかな。あとはその差別意識みたいな、そういうのもやっぱどんどんなくなってくるって書いてあるね。うん。そう。これってさ、やっぱりそう、人種とかもそうだよね。一人一人がさ、私は日本人であって、誰かはインド人であってとか、誰かが、アメリカ、なんかよくさ、あるじゃん。人種のとかっていうのも、あの、そういう偏見みたいな、あったのかもしれないけども、そういうのの、あの、なんだろう。差なんて全然なくて、むしろそういうことをやってる人がなんかこう恥ずかしくなるような時代が来るってことだよね。てかもうなってんじゃない？ほら、男性が男性好きとか、女性が女性好きとか、両方好きとか、そういうのもほら、こうじゃなくちゃいけないみたいな、あの、ね、そういうのがあったと思うけど、そのあたりももう全部変わってくる時なんだろうね。うん。だってさ、やっぱ変だったもんね。別にいいんですよ。何だっていいのに、こうであるべきみたいなところがすごい強かったと思うし、うん、そのあたりのところがどんどん変わってくるんじゃないかと思う。軽さだと思うんですよね。軽さと、柔軟さ、自由さ、大胆さ、独創的、あとは自立ですね。自立。だからね、自分の自立だから、自分自身ですからね。この私の自立であってあなたの自立であって周りの人一人一人が自分っていうものに気がついていくことと自分で自立していくことだから、もう人のせいにできないんですよ。あの人がこうだからこの人がこうだからとかっていうのはさ、そういうふうにできてた時はまだいいと思うのね。そういう誰かになすりつけてみたいな。だけどもうその時代じゃなくて自分で自立していくから自分でやっていかなくちゃいけないってことだね。だから一つの側面見ると、やんなくちゃいけないって思うかもしれないけど、一つの側面見ると、自分の、だから、こんなにいろんなことできるんだってことに気がついていけるから、新しいことにどんどんチャレンジしていくといいと思う。やっぱり変わることっていうのは怖かったりすると思うんですよね。あの、人間ってさ、やっぱりこう、変わらないことがいいように、私たち生きてきてたり、変わっていくことがなんで変わっちゃうのみたいに言われたりとかさ、あるじゃない。そういうふうになこともあると思うんだけど、変わることが自然なことなんですよね、宇宙ってやっぱり。どんどん変わっていく。変わっていくんだけど、どん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 こう、自分っていうのは変化していって、新しい自分になっていって、てか、もともといろんなものを持ってるから、で、その新しい自分の可能性を楽しむというか、で、それも自分が選べるんですよ。全て選べるから、そういうものを楽しんで、なんか楽しんで柔軟にやっていくといいんじゃないかと思いますね。別にチャレンジなんてしなくてもいいけど、チャレンジしない自分を楽しむでもいいしね。うん。そう、まあそういう感じですね。だからまあ土の時代から風の時代っていう時代に今移行してる12月のね終わりにそうなっていくみたいで、まあ本当に確実にそうなってるよね。だから私自身の場合だと、もうこの今言ったようなことっていうのはもうやってるんですよね。そういう風になってたんですよ。風の時代に合わせてほら発信するから、本当にそれ大事だし簡単だよっていうことを伝えたかったんだろうなって。ハイヤーがねだからね、ネットビジネスとかさ嫌いなのにホームページいっぱい作ったりとかなんか嫌なのにね、いろいろ仕組みとかは分かってんですよ。なんか知んないけど、これはだからやっぱりシェアするからいろんな人たちと簡単にできるし、今はスマホでさいろんな情報が取れるし、スマホ1個で売り買いができるわけじゃない。ミンネとかココナラとかなんだったっけ、メルカリとかもできるじゃん。すごい時代ですよ。前だったらだってさ、ね、ネットがなければ
ね、こうなんか情報も取れないし、いろんなものをこうやるのにすごいそこの場所行って時間かけて、ね、もう本当に旧式みたいな感じだけど、ネットだからさささってできちゃうっていうか、そういうところを本当楽しんでいただくといいと思います。で、今その移行期間になるから、私はこれからもっともっとこういう過ごし方っていうのかな、なぜならやっぱりもっと楽していいから、自分自身が。だけど楽しちゃいけないっていうところがやっぱりすごく本当にありますから、いっぱい出そうかなと思って。私楽してるからものすごい、大体寝てましたね。コルカタから帰ってきて寝てます。本当に波動を整えて、寝てる。寝てるけど、寝てる間もやってるけどね、いろいろ、なんていうの、意識の中で、あの、夢の中でやってるけど、そんなもんですから。そそうだからね、その時代の移行期間であり、その新しい時代っていうのは本当素晴らしい時代に移行してきてるし、シェアだね。どんどん私もいろんなことをシェアしてきたし、もうね、どこまでシェアできるからってとこだよね。今度お父さんとか出てもらおうかな。お父さんシェア。面白いんですよね。そんな感じです。じゃあまた撮りたいと思います。ではでは。